はい、まずはこちら。のっけから姫が邪魔してすいません。セリアのピタッと吸い付く吸着シート110円です。白もあるみたいなんですが、私は透明タイプを購入しました。両面に小さな吸盤がたくさんついていて、石鹸や小物のホルダーとして使えるアイテム。小さい穴もね、たくさん開いてるので、水はけも良さそうですね。本来は置いて使うみたいなんですが、ガラスとかタイルならピタッとくっつきました。歯磨き粉をくっつけても落ちません。取るのも簡単でした。当然フロスもくっつけられたし、アルミのパッケージの歯磨き粉もくっつきました。これなら洗面所のコップもね、浮かせられそうですよね。耐荷重は 150g って書いてあったんですが、ダメ元で試してみたところ、なんとソープディスペンサーもくっつきました。完全に非公開な使い方なので、これはもう自己責任なんですけど、こんなに簡単に浮かせられるなんてちょっと驚きました。浮かせておけばぬめらないし、掃除もしやすいですよね。まあ問題は使えるかどうかですが、普通に使えました。言い忘れましたが、軽く水で濡らして使ってくださいと書いてありました。本当に使えるのかね、何度も試してみたんですけど、ちゃんと使えてますね。ディスペンサーを軽く押さえながら出すと安定しています。こうやってね、調子に乗って何度も出していたら、落ちた時もありましたが、でもね、思っているよりもしっかりくっついていて、まだね、10日ほどなんですけど、今のところは落ちていません。ちなみに我が家の洗面台の扉の裏は多分化粧板だと思うんですが、残念ながらこちらにはくっつきませんでした。はい、お次はこちら。今日はね、猫腹が激しめですね。はい、すいません。ダイソーのラクラクアームバンド110円です。これはグッと開くだけで装着できるアームバンドです。素材は塩化ビニールなんですけど、革のような質感で結構ね、高見えします。110円には見えないかもしれません。使い方はね、説明するまでもないですが、例えば洗い物や掃除など両手が塞がっている時に落ちてくる袖を止めるのに便利です。もちろんね、家事の時だけじゃなくて、シャツの袖を好きな長さに調整するのにも重宝します。単純に折って袖をまくるのもいいんですけど、このアームバンドを使った方がふんわりとニュアンスのあるまくり方ができるので、普通にまくるよりもちょっとね、垢抜けた印象になるような気がします。そしてもう一つの使い方はここ。ガウチョパンツとかね、ワイドパンツだと外出時にトイレの床に裾がつく問題ありますよね。なんとかつかないように細心の注意を払って隠し上げた経験がある方も多いんじゃないかなと思います。そんな時に役立つのがこのアームバンド。これは広げれば使えるタイプなので、こんな風に裾をちょっと折ってアームバンドで留めてしまえば、落ちてきません。パンツを下げてもこの通り。何もね、対策しないよりは断然安心です。さほどね、かさばる大きさでもないんですけど、バッグの取っ手につけて持ち歩くこともできます。私は今回ベージュを購入しましたが、ベージュの他にグレーとブラックもありました。
はい、お次はこちら。セリアの連結できる軟膏スタンド110円です。商品名通り軟膏を入れるのにちょうどいいサイズの収納ケース。3個セットです。SNS でもバズっていた大人気の靴下カップのように縦にも横にも連結することができます。軟膏はもちろん耳栓のセットとかリップ、マスカラなどのコスメだったり、ハサミとかね、毛抜きとかピンセットとか、あとはペンとかね、細長いアイテムを収納するのに便利です。ケースの中にセットすれば、迷子になりがちな小物を取り出しやすく収納することができます。あとは扉の裏に両面テープなどで貼っても良さそうですね。ちなみに同じシリーズで連結できるお薬ボックス仕切り付きっていうこれよりもね少し横に広いタイプもあるんですけど、近隣のセリアではどこも欠品中で買えませんでした。最近セリアはね欲しいアイテムがね買えないことが多いんですよね。最近リビングでパソコン作業をすることが多くなって気がつけば外付けハードディスクが床に散乱してしまっていました。そこでセリアの A4 キャリーケースワイドと専用の仕切りで収納したかったんですが、これもねセリアを4店舗探し回るもこのキャリーケースっていうのがねどこにもないんですよ。セリアはね電話で在庫確認ができないっていうのもネックなんですよね。ということで仕方がないので諦めて代わりにこちらを購入しました。セリアの A4 アクティブファイルケース35型って読むのかな。キャリーケースよりもね幅が1センチほど薄いんですが、厚さ以外の内寸はほぼ一緒です。そしてこちらには持ち手がついています。はい、では早速収納していきます。ちなみにコードをまとめるのはダイソーの配線ベルト面ファスナーを使いました。幅が1センチで好きな長さにカットして使うタイプです。そしてセリアの L 字透明仕切り板も使います。ショートとロング両方購入してきました。はい、で入れ方を決めて仕切り板を貼っていきます。この仕切り板の粘着テープはね剥がせるタイプではないので慎重に貼りました。そしてロングを1つ、ショートを2つ貼ってこんな感じに仕切りました。はい、いい感じにぴったり収まりました。持ち運びしやすくなってね、私的には大満足ですね。持ち手付きにしてよかったなと思いました。厚さもちょうどよかったです。はい、お次はこちら。セリアの U 型ブラケット16センチ。これも110円です。これは壁に2つ取り付けて間に板を通せば棚になるっていうアイテムですね。本来はビス止めをするところですが、金属なのでマグネットもくっつくし、穴が小さくて済むっていう石膏ボード用のピンを使えば賃貸の方でも取り付けることができます。ちなみに我が家はこのセリアのね違うタイプのアイアンバーに100均の超強力マグネットをくっつけて洗濯機にペタッと貼ってクロス掛けに使っています。セリアのアイアンバーはね種類も結構豊富にありますが黒しかないっていうのがちょっと残念ですよね。ということで白く塗ってみようと思います。今回は水性ペンキのミルクペイントを使います。これは一番小さいサイズ 70ml で Amazon で427円でした。実はダイソーにもねミルクペイントは110円であるんですが残念ながら売り切れていました。そして下地のプライマーですね。これはダイソーで 50ml 入り110円でした。そして筆もダイソーで調達。馬毛の平筆5本入りで110円。
もちろんね、ペンキ用の筆もありましたけど、今回は細い筆の方が塗りやすいかもなと思って、試しにこちらを購入しました。それにしても5本で110円なんて安すぎですよね。はい、では早速プライマーから塗っていきます。まずよく振ってから使います。私もね、あんまり詳しくはないんですけど、金属に水性ペンキを塗るときは、このプライマーが必須みたいですね。ちなみに我が家は猫がいるのでやめたんですが、ハケもね、プライマーも不要で手軽に塗れるっていう油性の固形ペンキマーカーっていうのを使う手もあります。ただね、油性ペンキはね、ちょっと匂いがきついっていうところが注意ですね。はい。では、プライマーを塗って十分乾かしてから、今度はミルクペイントを塗ります。こちらもよく振ってから。今回はね、ダイソーのミルクペイントが売り切れでね、ちょっと残念ながら買えませんでしたが、プライマーもミルクペイントも筆も、ダイソーなら全部で330円で揃えられるって結構すごいですよね。ダイソーは本当に何でもありますね。で、プライマーのおかげで結構綺麗に塗れました。そしてしっかり乾いた状態がこちら。どうですかね。多少ね、ペンキを塗ったっていう感じはあるんですけど、問題なくちゃんと白くできました。アイアンバーはね、白が欲しいっていう方の少しでも参考になればいいなと思います。はい、そしてこれを何に使うかというと、姫の猫ベッドのストッパーにします。今のところね、落ちてはいないんですけどね、万が一を考えて取り付けておくことにしました。石膏ボード用の J フックを使って設置していきます。今回はね、フック部分は使わないで、ピンとカバーだけを使います。4箇所留めるのでかなりしっかり設置することができました。姫の寝相が悪くてもこれで安心できそうです。この使い方はね、ちょっとイレギュラーすぎて参考にならないかもしれないんですけど、例えば洗面所に設置してスプレーをかけたり、タオルとかね、ハンガー掛けにも使えるんじゃないかなと思います。っていうのはちょっと強引ですかね。はい、ということで最後までご視聴ありがとうございました。少しでも参考になりましたらチャンネル登録していただけると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。